私たちは日本を過大評価してるだけなんじゃないか。日本はオランダには絶対勝てないし、上田もオランダ相手には絶対ゴールできない。アイスランド相手に 1-0 かよ。大したことないな。世界のメディアが日本をかなり膨らませてるだけだ。日本は引いて守る相手に弱い。日本は守備を固められてリズムを壊されると混乱する。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。日本代表対アイスランド代表の試合結果を見たオランダサポーターとチュニジアサポーターと話していくよ。ワールドカップで日本と同じグループのオランダとチュニジアだね。スウェーデンは？スウェーデンサポーターは今日はいないね。この試合は日本代表のワールドカップ壮行試合で、小川航基選手のゴールで日本が1-0で勝っているよ。結果だけで試合は見てないのかな？見た人もいるし、見てない人もいるみたいだね。今回はオランダサポーターのメイスくんとチュニジアサポーターのモエズくんとリモートをつないでるよ。ほいほい。2人とも久しぶり。じゃあ日本対アイスランドの試合について何て言ってるか聞いていこうかな。任せて。まずオランダサポーターは試合前からトークしてたんだよ。どんなこと話してたの？まず目立ってたのは冨安への反応かな。冨安が先発？って驚いてる人が結構いたんだよ。やっぱりアヤックスにいるからオランダの人はそこ気になるんだね。そうそう。冨安がここでは先発で出てるのに、アイアックスではなんであんなに出場時間が少なかったんだって話になってた。しかも冨安が出るの？意外だね。高井拓武弘冨安綾瀬上田がスタメンだって普通に日本のメンバーをチェックしてた感じ。オランダのクラブ所属選手をチェックするんだね。あとちょっと面白かったのが高井拓の名前について。本当の疑問は、なぜ日本語ではコウって書かれているのに俺たちはコって呼んでるのかっていう変な疑問だね。かわいい。でもアヤックス絡みだとちょっと皮肉っぽい見方もあったよ。アヤックスの選手たちは一年中怪我してたのに、今になって突然フィットしてるのかってね。ただ日本のスタメンを見て、このメンバーがそのままオランダ戦で出てくるとは思ってない人もいた。これは日本がオランダ戦で使ってくるスタメンとは全然違う。監督は試合感が必要な選手を起用している。そうなの？私より詳しい。特に綾瀬上田についてはオランダ戦で上田が出ると思うって話が出てて、上田が一番手のストライカーだ。5月10日以降プレーしていなかったから、試合感を取り戻させるのは自然だよって言われてた。上田選手はエールディビジ得点王になったから、オランダサポーターも気になるところだね。日本はエールディビジ組のようなスタメンでアイスランド戦に臨むんだな。いいチームが並んでるねって評価もあった。自分の国で活躍してる選手いると注目しちゃうのわかるな。でも同時に多くがエールディビジの選手たちだな。つまりクーマンが見下しているリーグの選手たちだ。見ものだねってオランダ代表監督への皮肉みたいな声もあった。舐めてくれちゃってるじゃないの。あと佐野がいないことを気にしてる人も多かった。 NEC の佐野がいない理由を誰か知ってる？多分日本のワールドカップメンバーにも入ってないよね。普通に船外だよ。本当に残念だ。エールディビジ色が強いと言われているのに、エールディビジで一番いい日本人が外されているってかなり惜しむ声もあったんだよ。前も佐野光大選手のこと気にしてる人たくさんいたもんね。佐野が代表に入っていないのが理解できない。日本にはより高いレベルで長くプレーしているいい選手が他にもたくさんいるからだと思うって冷静な見方してる人もいたよ。日本の中盤は本当に強い。選択しないといけないんだ。中華料理屋でも全部は選べないのと同じだ。試合前にはこんな話がされていたよ。なんかオランダサポーターいつも中華料理屋とか言ってくるな。試合前の話ならチュニジアでも少しされてたよ。日本の監督は小さな息子を連れているのに誰も何も言わないんだね。うちの監督みたいだな。こんな話がされていたよ。少な。しかも監督じゃないしね。ここからは試合後になるんだけど、全体的に彼らは本当にいいプレーではなかった。特別すごい内容ではなかった。私たちは日本を過大評価してるだけなんじゃないか？もう分かった。日本は全然できないじゃん。日本は過大評価されたチームだ。オランダはかなり楽に勝てる。今のうちにかけておけ。ぐぬぬぬぬ。俺たちにとっては楽勝になりそうだな。アイスランド相手に 1-0 かよ。大したことないな。世界75位のアイスランド相手に苦しんで勝っただけだろ。日本は本当に良くなかった。でも日本もオランダと同じで相手のレベルに合わせてしまうチームなんだろう。どういうこと？アイスランド相手だと微妙でも、オランダ相手になると全盛期バルセロナみたいになるんだろうなっていう感じ。それはちょっと日本を警戒してるようにも聞こえるね。そうなんだよ。バカにしてるようで実は嫌な相手だと思ってる感じもある。でも完全に強気な人は、今日の日本代表のパフォーマンスはひどかった。
日本はオランダに絶対勝てない。絶対って言い切るんだ。日本はオランダには絶対勝てないし、上田もオランダ相手には絶対ゴールできない。これがオランダを倒す国なのか？日本がオランダに勝つ。夢見続けてろ。だいぶ煽ってるね。オランダは日本に普通に勝つよ。難しい試合にはなるかもしれないけど、それでも勝つ。たとえ5対4でもね。オランダはもっとクオリティがある。楽勝だよ。3対1だね。オランダが日本に 4-1 で勝つって予想もあった。ワールドカップ予選の日本対中国みたいな点差じゃん。あとフィジカル面で日本はフィジカルでオランダに近づけない。日本相手なら普通にヘディングで3点取れる。こっちの方が背が高いからな。っていう意見もあった。身長差は今更どうしようもない。そうだね。アヤックスの日本人たちが出るなら楽勝だな。日本相手なら大丈夫。オランダにとっては楽な試合になるっていう楽観派は結構いた。日本を弱く見てる人ばっかじゃん。チュニジアも試合を見て日本には勝てるって思った人はたくさんいるよ。日本はいいチームだけど強い代表ってほどではない。世界のメディアが日本をかなり膨らませてるだけだ。そうなのかな。中にはヨルダンやサウジアラビアの方が強いと思うって言ってる人もいたくらい。日本の問題は守備を固めてカウンターを狙ってくる相手なんだよ。引いた相手を崩すことが苦手ってことね。日本は引いて守る相手に弱い。コスタリカ、イラン、オーストラリア、イラク、アメリカに負けているし、カナダとも引き分けている。めっちゃ具体的に見てる。そうだね。日本は守備を固められてリズムを壊されると混乱する。ブラジル戦みたいに守ってカウンターで日本に勝ちたい。今回のアイスランド戦でもアイスランドは低いブロックで守ってカウンターを狙っていた。ある程度は成功していたし、もし速いフォワードが2人いたら日本は危なかったと思う。日本は守備を固められてフィジカルで来られると崩れる。オランダもチュニジアもフィジカル勝負って言ってくるじゃん。日本はみんな背が低い。フィジカル勝負なら食える。背が低いか。強豪に勝ってるけど親善試合だから価値はないって見る人もいるよ。よく言うやつ。試合を見たけどメディアの話だけ聞くと日本は絶対に勝てない相手みたいに思える。でも実際はいいチームではあるけど勝てる可能性もあるね。試合見ての意見ならそう思ったんだろうね。日本とスウェーデンは手が届く相手だと思う。オランダには気をつけないといけない。日本とスウェーデンを怖がるなんておかしい。対勝しろとは言わないけど普通にサッカーで戦えばいい相手。日本はグループで一番強いけどコスタリカがやったように勝ち点を取れる可能性が一番ある相手でもある。コスタリカがやったようにじゃなくて普通にサッカーして。お前たちに朗報だ。日本は大会の2戦目になると弱くなる。 A 代表でも年代別でもそうだ。そうなの？前回ワールドカップではドイツに2対1で勝ち、コスタリカに0対1で負け、スペインに2対1で勝ち、去年の U17 ワールドカップではモロッコに2対0で勝ち、ニューカレドニアに0対0の引き分け、ポルトガルに2対1で勝ってるね。確かに2戦目は弱い。でも去年の U20 ワールドカップはエジプトに2対0で勝ち、チリに2対0で勝ち、ニュージーランドに3対0で勝っているよ。神のご加護があれば日本をやれる。もうやめて。私のライフはゼロよ。日本のこと褒めてくれてる人はいないの？日本を警戒してる人もめちゃくちゃいる。メイス君そっち教えてよ。初戦の日本を甘く見ちゃいけない。オランダ代表に対する楽観論がどこから来てるのかわからない。オランダにも不安があるの？ポーランド戦2試合の記憶もあるし、コンディションが万全じゃない選手やベンチ暮らしの選手も多い。日本はここ2年でほとんどの試合に勝ってる。世界ランキングは18位だけど実力的には世界トップ10に入る国だと思うっていうかなり高い評価もあった。トップ10ってすごい評価。かなり評価してるよ。日本戦はかなり苦戦することになると思う。日本相手は絶対に簡単じゃない。さっきの楽勝派と真逆だね。本当に真逆。日本は強豪国相手の試合を見返した方がいい。簡単だと思ってる人は特にっていう警告みたいな声もあった。ちゃんと日本の過去の試合を見てる人もいるんだ。日本はトップ国と何度も戦って勝ってる。日本はメッシやロナウドはいないけどオランダよりチームプレーは上だと思う。日本はドイツ、イングランド、ブラジル、今のノルウェーにも勝ってるし、私の中では本当にダークホース。オランダにとって楽な相手にはならない。ダークホースって言われてるんだね。ゴール前でめちゃくちゃスピードがあった。交代の状況でのゴールだった点は注意だね。日本対アイスランドを日曜の昼に膝の上にノートパソコンを置いてみる人がいた。素晴らしいことだよ。オランダサポーターからも気になる試合だったんだね。後期にはワールドカップのセンセーションになってほしい。
かなり過小評価されてるけど、後期はトップストライカーだよ。後期よくやった。このままオランダを 3-0 で倒してくれ。君たちならできる。後期は上田より上だ。オランダはもはやトップ国じゃないのに、未だに昔の栄光で食っていけると思ってる人が多い。今のオランダ代表は過去の実績だけで選ばれてる故障者だらけのチームだ。これは史上最大の恥になるかもしれない。日本にボコられてほしい。そういえばオランダのメンバー選考の動画出してないね。見たいって人いなかったから動画にはしなかったよ。日本が本気でオランダを叩きのめして、そのままクーマンを解任してスロットを呼び戻してほしいって意見もあった。オランダは3位通過の方が決勝に行くにはいいんじゃないか。オランダはアイスランド相手に苦戦したこともあるし、大事な試合で負けたこともある。だからアイスランド相手に 1-0 だからって弱いとは言い切れない。日本戦は50-50だと思う。どちらもグループ1位か2位を取れる。どっちが1位になるかはオランダ対日本の結果次第。かなり大事な試合だね。オランダは集中しないといけない。日本は楽な相手じゃない。そうじゃないとオランダの冒険はすぐ終わる。マイズくん、チュニジアサポーターは日本を褒めてる人はいないの？実はチュニジアも日本を警戒してる人は多いんだよね。教えて教えて。日本、スウェーデン、オランダは紙の上ではチュニジアよりかなり強い。だから現実的に考えないといけない。でもその中でも日本に対する評価はかなり割れてるよ。アジア予選をかなり追ってる人は、日本はカタールワールドカップの頃ほどではない。少し落ちていると思う。ただそれに対してどうして落ちていると言えるんだ。日本は直近でブラジルとイングランドに勝っている。むしろ成長している。日本はドイツにも勝っているって話も出てたから、日本を軽く見るのは危ないと思う。さっきと違ってチュニジアにもめっちゃ評価されてるね。日本は世界でもかなり強い代表の一つだ。日本は現在かなり強い。絶対に軽く見てはいけない。さっきはメディアの課題評価って言ってたのにね。日本はどんな相手にも互角に戦える。日本の目標は優勝だから、どんな相手にも互角で戦ってくれないとね。しかもヨーロッパの強豪クラブでプレーしている選手も多い。日本をただのアジアのチームとして見るのは危ない。アジアは弱いって見てるんだね。そう見る人もいるね。日本はいつも狂ったように勝っている。ブラジルやイングランドの匂いまでしてくる神様。どうか守ってくれ。言い方すごい。日本はグループで一番強い。今ならオランダより強いかもしれない。日本は今世界最強の代表だっていう人までいたよ。そこまで言う人がいるなんて。ただチュニジアには日本に勝った記憶もあるんだよね。チュニジアは日本に 3-0 で勝っている。しかも日本のホームで 3-0 で勝った。チュニジアサポーターからするとそれが自信になる試合なの？もちろん。でもすぐ日本はチュニジアに 2-0 で勝っているって返されてたけどね。アイスランドに 1-0 は強くないって言ってる人もいたんだけど、でも逆に私たちは公式戦でもアイスランド相手に引き分けられるかどうか怪しいって見てる人もいて、アジアのチームと対戦しておくべきって声もあるんだ。アジア系のスタイルを理解するために韓国みたいな相手と1試合やるべきだってね。やりなよやりなよ。最後にこんなこと言ってる人もいたよ。交代時に10秒以内にピッチを出ていなかった。アイスランドか。それはいろんな SNS ですごいたくさん投稿されてたよ。アイスランドが新ルール違反を見せてくれてたね。交代以外にもスローインも5秒ルールで日本ボールになってたね。オランダサポーターからはこんな感じだよ。チュニジアサポーターからもアイスランドとの試合についてはこんな感じだね。メイスくん、モエズくん、ありがとう。また何かあったら教えてね。任せて。それじゃあまたね。またね。アイスランド戦は無事勝利でワールドカップが迎えられるね。よかったね。テレビでは11日後に開幕って言ってたけど。そうだね。6月11日に開幕だからね。初日はメキシコ対南アフリカ、韓国対チェコの試合がやるよ。試合は日本時間だと12日だけどね。日本はいつだったっけ？日本の試合日程はこれだよ。開幕戦のあと4日後だ。結構遅いね。一番遅いのは開幕1週間後だよ。それは全然違う。後交代の時っていつから10秒なの？ FIFA のサイトでは交代する選手が気づいてからって書いてあったはず。真ん中にいたら走って出ないといけないね。交代する人なんて疲れてるのに大変だ。スローインは時間がかかりすぎているとか、意図的にプレーの再開を遅らせていると審判が判断してから視覚的に5秒のカウントダウンが開始されるみたい。じゃあ投げれる状態になってからってわけではないんだね。時間稼ぎしてるって思われてから5秒だね。だから水飲んでる時にカウントダウン開始されちゃうかもね。
見てる方はいいけどなんだか選手は大忙しだね。ルールのこととか、グループリーグの順位の決め方とか、まとめて動画にするね。順位の決め方は今大会初の決め方なんでしょう？そうだね。多分だけど。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。森保監督はなんであんなに審判に怒ってたんですか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。燃やせ、勝利の道を行け。